おはようございます。めぐりかみたちです。今日は旬のトマトを使ってシンプルにサラダトマトを紹介します。使う材料はよく売れたトマト、パセリ、セベットになります。あとオリーブオイル、好みのビネガーになります。それではサラダトマト一緒に作っていきましょう。それではよく洗ったトマトの芯を取っていきます。このようにペティナイフとトマトを回しながら芯をきっちり取っていきます。奥の方にも硬い部分がありますので、それをここまできっちりと取り除いてください。使うトマトはいろんな種類を混ぜたら面白いと思います。売れているトマトならば小さいプティトマト、塩トマト、カクテルトマトなどいろいろな種類のトマトを入れると仕上がりが可愛くて面白く出来上がると思います。それではまず半分に切ってから一口大に切っていきます。今回一口大に切りますけども、大きく分厚めのスライスでも構わないと思います。あと小さすぎると食べ応えがないので、私個人的には一口大に切っていく方が好きなので一口大に切っていきます。まず半分に切り終わったらこのように乱切りにしていきます。この時たまに上の方にこういう硬い部分がありますので、それは取り除いてください。すべて切り終わったらボウルに移し替えておきます。そこによく洗ったパセリの葉っぱの部分を手でちぎって入れていきます。包丁で切るよりも手でちぎった方が繊維が潰れてよりパセリのうまみが出てきます。そこにおいしい塩とおいしいオリーブオイルを入れて、あと好みのビネガーを入れます。今回はシェリービネガーを入れています。一旦入れたらよくかき混ぜておきます。だいたい食べる2時間くらい前によくマリネしておくとトマトから汁も出て美味しく仕上がります。続いて日本でいうネギ、こちらでいうセベットを切っていきます。この下の部分、白色の部分は後で混ぜ込みます。緑色の部分はエマンセにしていきます。こちらは後で上から飾ります。続いてトマトの方に混ぜ込む白い部分をスライスしていきます。このセベットの代わりにエシャロットや玉ねぎを入れても美味しいので試してみてください。切り終わったら先ほどのトマトに混ぜておきます。このまま1時間以上冷蔵庫ではなく常温でマリネしておきます。それでは盛り付けていきます。お皿に先ほど1時間置いたトマトを盛り付けていきます。今回はシンプルにオリーブオイルとシェリービネガーですけども、オリーブオイルの代わりに軽くごま油を入れて中華風にもできますし、ビネガーもバルサミコ、シェリー、赤ワイン、白ワインビネガーなど好みのビネガーを入れてもらったら美味しいと思います。最後仕上げに先ほどの緑色の部分のセベットとフルードセル、あと粗めの黒胡椒をかけて完成になります。今回はパセリを入れましたけども、その代わりにバジル、あとシソなどを入れても非常に美味しいです。ここに以前に紹介したバジルのペースト、ピスツを混ぜ込んでも非常に美味しいです。あと醤油を隠し味に入れても美味しいのでいろいろ試してみてください。もちろんここにモッツァレラ、ボラータなどを入れても美味しいと思います。いろんなアレンジが効くシンプルなサラダです。ちょうどトマトが美味しい季節なのでぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。